ウイグル人の現状を語ってください。真偽がどうであれ、テレ東以外が全く触れないところに放送業界の闇を感じます。僕、ご存知ないかもしれないんですけど、僕、ウイグル人ではないんですよ。なので、ウイグル人の現状を語るとすると、それは僕ができることではないと思うんですよね。例えば、アメリカ人の現状を語ってくださいって言われても、僕アメリカ人じゃないからってなっちゃうと思うんですよ。で、客観的に言われていることで、じゃあ、なぜテレビ局が報道しないかっていうと、まず、ウイグルに関する報道ってめちゃめちゃコストが高いんですよ。例えばじゃあ中国にあまりよろしくない報道をすると、中国のその記者クラブみたいなその組織から追い出されてしまって、中国に関する報道ができなくなっちゃったりするんですよ。なので、じゃあ、例えば、じゃあ、テレビ朝日が、ウイグルでこんなひどいことが起きてますって報道したとすると、中国の他の、じゃあ、政府とかの放送だったり、その報道だったりの情報がもらえなくなっちゃったりとか、インタビュー取れなくなっちゃったりとか、そういうなんか、じゃあ、政府の記者会見ですところに入れなくなっちゃったりして、通常のニュースですら流せなくなっちゃう可能性があるんですよ。で、なので、そこまでのメリットをそのデメリットを考えると、ウイグルのことを調べるのって結構きついよねっていうのがあるのと、あと、ウイグルのことを調べるのがめちゃくちゃ難しいんですよ。要は報道関係者がウイグルの地区に行って、じゃあ強制収容所という名前ではなくて、教育機関だっけ、なんか強制教育所みたいな名前になってんだよね。一応刑務所みたいなところが。で、強制教育所に入って、そこ見たいですって言ったら、はい、わかりましたって言って、決められたルートで入って決められた部屋を撮影して出てくることは可能なんですよ。でもそこの決められた部屋では決められた通りのことしか言わない人とやらない人がいて、なんか歌を歌ってたりとか授業を受けてる風景があって、はい、自由に撮影してくださいって言っても何も問題ない授業を受けてる風景でしかないんですよ。なので、取材に行ったとしてもそんな絵しか撮れないんですよ。で、取材した以上それ流さなきゃねってなるんですけど、それは真実ではなくて作られた場面かもしれないので、じゃあ流すのをやめようになるじゃないですか。で、じゃあそうじゃない形の映像を撮ろうとすると、その強制収容所みたいなところに潜入して、盗撮して、その映像を流さなきゃいけないんですけど、それをやると、中国だと違法行為なんですよ。で、違法行為で、日本でも最近山東省かなんかでスパイの疑惑がかけられて、5年ぐらい刑務所に入れられた商社の人がいるんですよね。なんか、先週ぐらいようやく釈放みたいなニュースがあったと思うんですけど、なので、盗撮みたいな行為をして真実を手に入れたとしても、結局そのテレビ局の上の方は、それ流したら他の報道できなくなるから流せねえよって言われて、で、その人は中国で捕まって5年ぐらい刑務所に入っちゃうんですよね。伊藤忠だっけっていうのがあるので、結局日本のそのテレビ局がそれを報道することもないし、その盗撮みたいなことをする記者もいないっていうのがあって、なのでウイグルに関する真実というのは日本が手に入れることはなかなか難しいと思います。で、BBC とかって頭おかしいんで、フリージャーナリストにガンガン金払って撮らせるんですよ。要はウイグル潜入して映像を撮ってきたら100万円やるからお前行ってこないみたいなので、あ、行ってくるわみたいなので、命知らずなイギリス人とかがガンガンウイグル人の真似したりとか、ウイグル人に金払ったりとかで、その内部の情報とか音声とかっていうのを手に入れたりするんですよ。で、BBC は知ったこっちゃねえし、要は俺たちの記者じゃないから、なんかフリーランスの人が勝手に取ってきて YouTube に上げた情報を報道してるだけで、これは BBC が報道してるわけじゃ、お金払ってるわけじゃないっすみたいなことを言うのよ。なので、あくまでそのフリージャーナリストが勝手にウイグルに入った映像を勝手に YouTube に上げて、で、そういう事実がありましたよっていうのを BBC は報道してるんだけど、絶対お前ら金払ってるだろ BBC って思うんだけど、なんか要はYouTube に流れてますみたいな情報を全然世間では流行ってないのになぜか BBC 報道してたりするんで、お前絶対直接情報もらってたろみたいなのあるんだけど、っていうことをやるんですよ。でも日本の場合ってフリーランスの記者を雇うっていう制度があんまりなくて、戦争地域とかではたまにあるんですけど、基本的には自社の記者を必ず送り込むっていうジャーナリズムシステムなので、テレビ朝日だったらテレビ朝日の記者を送り込むし、 NHK だったら NHK の記者を送り込むので、フリーランスに金握らせて報道するっていうのはなかなかやらないんですよね。外国人の通訳とかを雇ったりはするんですけど、必ず現地の記者がそこのリードをするっていう形になるので、
なのでその BBC みたいな無茶はなかなかできないんじゃないかなと思います。だいぶ長く喋りました。すいません。